昭和レシピチャンネルをご覧くださりありがとうございます。今日のレシピはクッキングノートからではありません。パン粉の代わりにごまの衣を使うという友達から教えてもらった少し変わったレシピです。このようにユニークな料理も紹介していきますので、チャンネル登録と評価、そして作ってみたよなどコメントよろしくお願いいたします。今日はささみのごま揚げを作っていきたいと思います。塩を振ります。胡椒を振ります。小麦粉まぶします。はい、トレーにごまを入れます。で、ごまをまぶします。同じく黒ごまも 80g。はい、これを揚げていきます。油を入れて、揚げていきます。白ごまの方全部入りそうですね。はい。皆様の応援に支えられて公開動画まもなく100回目のレシピとなります。100回目はまたゲストを迎えて何か特別なイベントをと考えていましたが、コロナウイルスの規制が再び厳しくなり延期としました。そこで昭和レシピチャンネルにふさわしいメニュー何が良いかと思案、日本で生まれた西洋料理オムライスに決定いたしました。現代は卵をふわふわとろとろに仕上げたり、デミグラスソースをかけるなど様々な美味しいオムライスが生まれていますが、半世紀前の昔ながらのレシピ通りで新しい流行のオムライスに負けないものを作りたいと思います。お楽しみに。ここまで週6回のペースで動画を上げてきましたが、今後どのようにするか、これも思案中です。多少雑な動画でもこれまでのペースを保っていくのが良いのか、ペースを落としてでも一つ一つもう少し質を上げて動画を作り込んでいった方が良いのか、まだまだ紹介したいレシピはたくさんあって、毎日アップしたとしても私の生きている間に紹介しきれるかどうかです。しかしもう少し一本の動画に時間をかけてじっくり作っていきたいという思いもあります。皆様の希望はどちらでしょうか。コメントで教えていただけると嬉しいです。ごまのいい香りがしてきました。もうだいたいいいですね。揚げていきます。
はい、それでは次は黒ごまをかけていきます。はい、黒ごまはちょっと多かったので2回に分けますね。パラグアイはごまが産地で、日本で売られているごまのほとんどがパラグアイ産らしいですね。パラグアイではでもあんまり食べられてないみたいでもったいないです。美味しいごまの料理の仕方をぜひ皆さん覚えて食べてください。それでは和風ドレッシングを作っていきたいと思います。大根を、葉っぱは大根を落としておきましょうね。いただいた大根、すごく立派です。これはいいですね。はい、大根おろしを吸っていきます。はい。醤油を100、お酢も100。で、お砂糖でもいいんですけど、今日はカーヘを使いますね。10滴。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。これ1滴で小さじ1杯分の砂糖の甘さだと言われてます。混ぜます。ちょっと甘みが足りませんでしたので、砂糖を入れます。10g ぐらい。はい、和風ドレッシングの完成です。温度を少し上げますね、最後ね。はい、それでは揚げていきます。よく油を切って、はい、ささみのごま揚げの完成です。和風ドレッシングをかけてお召し上がりください。